どうも、ひなたです。さあ、今日もやっていこうと思います。今日はですね、声優になれない人の特徴について喋っていこうと思います。なれない人がね、やっちゃっているダメなことっていうのはね、結構たくさんあるんですけども、今回はね、一点に絞って喋っていこうと思います。さあ、プロの声優になれない人ってどういう人だと思いますか？演技が下手なんでしょうか？声が良くないからでしょうか？才能がないからでしょうか？答えはですね、プロの声優になれる人たちと違う思考回路をしているからです。当然、演技とか声の良さとか才能と呼ばれる部分も確かにあります。でもそれよりも前に、あなたという人間の思考回路があなたを声優にさせてくれるかさせてくれないか大きく分かれてきます。プロの声優になれない思考回路をしていたら、たとえ周りの友達とかに、あれ演技上手いんじゃないとか、あれ声いいじゃないとか、才能あるかもしれないよと言われたところで、プロにはなれません。なれたとしても、多分ね、生き残っていけないんですよね。なんでかっていうと、まず養成所とかに入るときに競争があってふるいにかけられます。そして、養成所から事務所に所属するとき、試験がありますよね。そこでも競争があって、ふるいにかけられます。これで、一安心と思いきや、所属しても基本的に仕事は来ないです。オーディションなどの話が来て、ここからは各事務所のプロの人たちと競争をして、ふるいにかけられて、一個の役を勝ち取っていかなきゃいけないんですね。つまり、挑戦の連続なんですよ。だから、常に自分という人間を磨き、自分の演技を磨き、自分の声を磨いて、どんどんブラッシュアップして成長していかないと、どんどん淘汰されて、どこかのタイミングで必ずふるいにかけられて落ちてしまうんです。そうはなりたくないですよね。そうならないためにも、今日の動画はすごく重要なので最後まで見ていってください。では、プロの声優になれない人はどんな思考回路をしているのかなんですけれども、新しい課題をもらった時とか、課題をやってうまくいかなかった時とか、課題を発表してダメ出しをもらった時に、難しいと言ってしまう。または心の中で難しいと思ってしまう。こういう思考回路のままでいる人は、プロの声優にはなれません。なれたとしても必ずどこかでふるいにかけられて、プロの声優として仕事を獲得し続ける、表現のプロで居続けるっていうことが成立しなくなります。でも難しいっていう言葉って割かし頻繁にね、使ったりしますよね。僕もね、使っちゃったりするんですけれども、それでも極力ね、避けようと思ってます。で、この難しいって言葉、声優の勉強に関しては絶対に言わないでほしいって思ってるんですね。この言葉の影響力ってめちゃくちゃでかいんですよ。皆さんが思っている以上に。なぜ難しいという言葉を言っちゃダメか、思っちゃダメかっていうと、難しいと口にする、または難しいと心の中で思った時って、今抱えている、今直面している問題は、難しいからできなくても仕方がないとか、難しいから自分にはできないって無意識に思っちゃってるんですよ。できない自分、できていない自分、挑戦しない自分を許しちゃうんですよ。皆さん生まれてから今日までの間で全て順風満帆で何をやらせても1位を取り続けている人っていますか？学校の勉強とか部活とか夏休みの課題のコンクールとか全てで完璧にいつでも1位を取り続けている人っていますか？いませんよね。得意なものもあれば不得意なものもありますよね。で、不得意なものを勉強するとき難しいって思いますよね。そうやって不得意だから難しいって言って諦めていったものって結構ありません？数えてってみると。そうやってできなかったものって無意識に脳みその中の難しいカテゴリー、できなかったカテゴリーの中に入るんですね。で、そんな中、演技の勉強に関することで難しいと口にしたり難しいと思ってしまうだけで、まだチャレンジしてない、これからやるにもかかわらず、やってみなきゃわからないかもしれないのにもかかわらず、演技の勉強は難しいカテゴリー、難しくてできなかったカテゴリーに無意識にそこに放り込んじゃうんですよ。そうなると最悪ですね。演技の勉強に対して
逃げ癖とか諦め癖とか妥協癖みたいなものがどんどん出てきます。だって難しいんだもん、仕方ないじゃない。でも、だってっていう言葉がね、バンバン浮かんできてね、すぐやめる理由探しを始められるんですよ、人間は。演技の勉強をするたびにそれがね、つきまとうんですよ。そんな精神状態で自分のブラッシュアップなんて絶対できないじゃないですか。能力値全然上がりませんよ。せっかく自分が挑戦したいっていう夢を見つけて、そのためにね、時間とお金を捻出して養成所や専門学校のね、学費を払う。そこまで頑張っているのに、難しいって言ってしまう。難しいって口にしてしまうだけで、何十万っていうかけたお金をドブに捨てていくようなもんなんですよ。だって成長しないんだもん。難しい言って挑戦しなくなっちゃうんだもん。もったいなくないですか？たったこれだけのことで。ね、嫌ですよね。なので、解決策を提示します。答えは簡単です。じゃあどうしたらできるを口癖にしましょう。ほい。今まで何かしらの問題が発生した時に難しいと簡単に言っちゃってた人。まず難しいって言わない努力をしてみましょう。言わないだけでいいです。難しいと感じたとしても難しいと口にしたり心の中で思わないようにしてください。で、最初は無理やりでもいいです。無理やりでもいいから、じゃあどうしたらできるっていうのを口に出していきましょう。で、今までは問題に直面した時に難しいっていうのをすぐ言い過ぎてたから、こっちのラインが太くなってたんですよ。こっちに行きやすい傾向にあっただけ。これ体の使い方と同じなんですけれども、体の使い方も脳の使い方も全く同じことが言えて、普段やり慣れている動作とかっていうのは簡単にできちゃうんですね。だからこの問題と難しいをこうリンクさせやすい状況にあるんですよ。こっちに行くにはどうしたらいいかっていうと、意図的にこっちに行く数を増やさないと、こっちに対抗できないんですよ。だから最初はついついね、時々口癖で難しいって言っちゃうかもしれないんだけども、何度も問題にぶつかった瞬間に、じゃあどうしたらいい、じゃあどうしたらいい、じゃあどうしたらいいっていう、ここの回路をどんどん太くしていってほしいんですよ。で、こっちを上回るようになると、何があったとしても、じゃあどうしたらできるっていう思考回路に行くようになるんですよ。僕はもともとめちゃめちゃネガティブな人間だったんです。でも、今僕を見てネガティブだっていう人って多分ほとんどいないんですよ。それはなぜかっていうと、これをやり続けたんですよ。何か問題に直面するたびに、じゃあどうしたらできる？じゃあどうしたらできるってのを言い続けました。なぜ僕はこれをやったかっていうと、声の表現者、声のプロになりたいっていう明確な目標があって、でも自分に才能ないのは分かってた。でもなりたくて仕方なかった。から、じゃあどうしたらできるっていうのを口癖にしてたんですよ。で、問題に直面したと、じゃあどうしたらできるを口癖にすると、必然的に問題を解決するにはどうしたらいいかなって考えるようになるんですよ。考えるから答えが見つかるんです。でも、難しい問題に直面したと、難しいに行ってしまうと、難しいの後は考えるではなく悩むだけなんですよ。悩み続けるだけなんです。なんでできないんだろう、なんでできないんだろう、なんでできないんだろう。ね。どんどん気持ちが沈んできません？悩んで問題は解決しません。考えなければ、もっと言うと考えて結論なり仮説を出さなければ、絶対に人は成長しないんです。だから、必ず、じゃあどうしたらできるって口にするようにしてください。たったこれだけであなたの人生は大きく変わります。僕ね、最近はね、あんまり動画では言わなくなったんですけど、僕って本当にね、養成所に入った頃ってめちゃめちゃ才能なかった人なんですよ。びっくりするぐらい。でも、声の表現者として事務所に所属して仕事もたくさんさせてもらいました。で、今はもう何百人も生徒を見ている演技スクールの代表を務めるまでになりました。それは、僕の思考回路、根幹の部分に、じゃあどうしたらできるっていうものがあったからなんですね。僕は声が悪い。じゃあどうしたらできる？どうしたら声が良くなる？演技が下手だ。演技が上手くなりたい。じゃあどうしたらできる？どうしたら演技が上手くなる？って考え抜いて結論を出してチャレンジしていったからなんですね。そうすると、一歩一歩の歩みはめちゃめちゃゆっくりであっても確実に前に進んでいくんですよ。
でも、難しいって言い続けている人は、その場で延々と悩んでぐる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 してるだけだ、足踏みしてるだけなんですよ。せっかくスタート時は、僕より声も良くて、僕よりも演技が良くて、才能もあったにもかかわらず、難しいって言って悩んで、その場でぐる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 足踏みしてただけだから、その人はプロになれなかったんです。でも僕は下手くそでスタートは後ろの方だったけれども、じゃあどうしたらできる、じゃあどうしたらできる、じゃあどうしたらできるを繰り返して、ゆっくりでも一歩一歩前に進んでいったから僕はプロになったし、今演技スクールの代表なんです。なので、ぜひとも皆さん、じゃあどうしたらできるを口癖にして着実に前に進んでいってプロの声優になっていってください。頑張って。さあ最後に告知があります。僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレーターミュージックスクールというのがあるんですけれども、そこでは現在体験レッスンを行っています。で、僕はスクールの代表って言ってますけども、現役バリバリの講師でもあるので、僕も直接指導に当たっています。なので僕のスクールに興味があるぞっていう方、ぜひぜひ体験レッスン応募してみてください。で、しかもね、今ね、チャレンジした方がいいと思うんですよ。なんでかっていうと、今ね、5月じゃないですか。ゴールデンウィーク明けてるから5月病で気持ちが沈んで成長速度落ちてる人多いんですよ。で、僕メンタルのコントロールの仕方も一緒に教えてたりするんですよ。そうすると、現在5月病で軒並みね、やる気が落ちてきているライバルたちを尻目に、メンタルとか思考の仕方をちゃんと変えて、的確なトレーニングを積んで成長する実感を身につけてもらえれば、どんどん追い抜いていけるんですね。だからね、今がチャンスなんですよ。なので、興味がある方は僕のスクールチェックしてみてください。詳しくは動画詳細欄または概要欄をご覧ください。以上、ひなたの教室のひなたでした。じゃあ。